今日はね、ベイビーのデザインしたキッチンを見せたいと思います。なんておしゃれなキッチンでしょうか、ベイビー。Thank you、ありがとうね。ジュンとクリスです。で、いうことでベイビー、パリに戻ってきたね。戻ってきました。私たちは3ヶ月ほどアンドラにいたんだけれど、最近帰ってきたんだよね。久しぶりのパリ来て、どうベイビー？なんかね、考えたよりめちゃくちゃ楽しいよね。そうなの。やばい。なんかね、アンドラいる時に、もう全然もう、パリ戻るって話あったんじゃない？なんかあんまり戻りたくないかなと思ってたんだけど、帰ってきたら、めちゃくちゃ楽しいね。いろんな人会えるし、文化もあるじゃない？最近ね、コンサート行きました。行ったね。行きました。そう、ベイビーが連れてってくれて、そういったね、文化がたくさんあるから、やっぱり山の上ではなかなかない山頂だから、アンドラって山頂。山の一番上。だからそっから降りてきて、街にいるから、とってもね、今面白いんだよね。本当に面白いね。なんかね、アンドラいる時に全然そういうなんか気持ちなかったよね。なんか文化とか欲しいとか、コンサート行きたいとか。どちらかっていうと、山頂にいるから山を登るとか、山へ行くみたいな、山ありきなの。だからマウンテンアクティビティみたいな。そう。それのみなので、もう週末行くと、もうどちらかというと、街の方に行くんじゃなくて、みんな山に出かけるんだって。だからそういったのから、なんかこう、大きいね、街に来てさ、パリ、いい感じだよね。やっぱカルチャーがあって。あとね、すごいの。全部がフラット。気づいた？気づいた。景色もフラットだから遠くが見えるの。なんだけど、全然気づいてなかった。本当アンドラ全然見えないのよ、遠く。山だから。だから、遠く見えないんだけど、今はね、平地なの、こうやって。フラットだから、それに感激して、私。もう今、1週間ぐらいいるんじゃないパリ。初めて気づいた。本当？そっか、みたいな。ベイビーどこでも行きやすいんだよ、だから平地だから。全然、もうそういう話したじゃない？本当に2人行っても、どこでも行っても、ここ住めるって、話すぐなるじゃない？アンドラも結構住みやすいし、パリも全然住めると思ってた。そうだね。あとね、パリに着いたら、いろいろあったじゃない、昔。なんだけど、それがなくなって、なんか、今回はすごく順調なの、すべてが。今まで苦戦してた人たちも、なんかスムーズに、なんか対応がいいんだよね。で、帰ってきたら、結構キッチンの方もスムーズにいくし、他の残ってるリノベーションのやつも、お家のね、それもスムーズいって、なんでだろうと思って、天気が良くなったからかな。そうだよね。春になるから、多分もうちょっとテンション上がるじゃない？皆さん。天気に振り回されてるの？3ヶ月ほどね、ちょっと空いてたけど、どう？久しぶりに帰ってきて、お家全然大丈夫だったね、普通で。それは全然大丈夫だよね。フランスだから、なんか問題あるかなと思ってたんだけど、いつも問題あったからね。全然ね、今回は何もなかった。そうなの。ここのパリのお家リノベーションしたじゃない？私たち。ね、つい最近の動画見ると、あれなんですけど、なんだけど、この新しいお家で長い間留守にするっていうのなかったから、心配でいたんだけど、全然大丈夫で。全然大丈夫。ね、心配する必要もなかったっていう。そう、昨日出ましたみたいだったよね。なので、すっごい、これは快適だよね。そうね。てか、普通だよね、それがね。普通なんだけど、私は日本人として日本の普通は通じないので、ここの国では。ごめん、この国ではじゃなくて、この辺りでは通用しないので、その日本の普通があるっていうのがすごく嬉しいの。でもわかる。多分ね、もう日本で、なんていうの、信じられないぐらいことにあるんじゃない？そう。でね、なんとね、帰ってきたらね、スムーズに行ったって言ったじゃん。まず最初にみんなにね、報告があるんだけれども、ずっとリノベーションをしていて、まだ終わってなかったところがあって、そこの一つがキッチンです。そう、もうキッチンね、結構大事じゃない？家の中。そう。なので、そのキッチンが
できたんだよね。やっとできました。キッチンもともとあったんだけど、ちょっとなんか、覚えてるベイビー、最初のキッチン。あ、覚えてる。IKEA の小さなキッチンを買って、バンドエイドを貼ったような感じだよね、傷に。なんかね、IKEA で売ってるやつね、本当になんか、一つの、すっごいちっちゃいやつ。シンクと、もう一つのスペース。そう、だから皿洗ったら置く場所だけ。だからどこで作るのっていう話なんだけど。それはない。いや、でも、手洗えるだけですごい嬉しかったんだけどね、当時はね。あの時ね、あっちしかなかった。手洗うところ。ね。だからすごい嬉しいんだけど、そこから進展してって、キッチンがこうやって来たんだけど、ベイビーが最終的にね、作りつけたいものがあったの。それがまだだから、そこのところに最終的につけたいものの代わりにね、木の板を置いといたの。で、その木の板いつもね、こうやってちょっと押せば揺れるのね。で、しまいにはキッチンの奥にはね、なんかギャップがあって、隙間が。だからキャロットとかパコーンってさ、包丁で切ると飛ぶじゃん、キャロットって力強くやると。それが飛んでそのね、間に入っちゃったらもう二度と取れないような感じの隙間がずっとあったわけよ。それが、なんとなくなりました。やっとなくなりました。もう、めっちゃくちゃ嬉しい、本当に。そうなの。だからみんなね、今日はね、ベイビーのデザインしたキッチンを見せたいと思います。ではみんな行くよ。せーの。タラーンタラーン。すごくない？なんておしゃれなキッチンでしょうか、ベイビー。Thank you、ありがとね。ありがとね。ありがとう。っていうことで、ベイビーがこの灰色っぽいこれを欲しくてたまらなくて、そのためにずっと待ってました。でそのためにずっと隙間があったんだけど、我慢してよかった。本当はキッチンね、いろんなストーリーあるじゃない？まず頼んだのは多分1年前じゃない？みんな、こっからストーリーが始まります。どうぞお聞きください。はい。キッチンカウンターは8月頼みました。去年の8月。6週間で作りますよみたいな話になって、もちろんいろんなトラウマあったからもうサインして、コントラクトもあって、だけど5週間経ったらメールもらって、メール来ました、口に。すみませんだけど、テクニシャンの仕事遅くなりましたと聞いて、じゃあそうするとどうなりますかって聞いたら、12月ぐらいになりますよみたいで、でもちろんびっくりじゃない？まあびっくりだけど、まあフランスだからちょっとまあ普通じゃない？6週間が16週間になるの？なんで？10週間プラスされる理由は何？それはテクニシャンちょっと風邪になって。いや、風邪になって10週間プラスされたの？まあ5週間マイナスになりましたじゃないって。なんで？それだけ知りたい。わからない。その間に僕もそういうテクニシャンの仕事のチェックしたら、インテリアデザイナーなのでいろいろミスあって、このちっちゃいカウンターでたくさんミスあるって信じられないじゃない？穴なかったし。穴がない？なんかじゃあ蛇口はどこから出るのって。これは考えてないみたい。考えてない？考えてない。何のチェックしたの？皆さん、私たちが依頼したところはパリのど真ん中にあるとても本当に綺麗なブティックでちゃんとしたところなの。ただ、そこのところがあんまり良くなかったっていうところがあるんだよね。それは多分なんていうね、ラッキーじゃないとかの話じゃなくて、私がね覚えてる話だとね、担当してくれてた人がいて、最初にその担当してた人がどっか行っちゃったの。なので次に担当した人がびっくりして、すんごいいい人なんだけど、まあその人が何をやらかしたかっていうのからそこを拾って頑張ってたので、やっぱりこの人も全部責任がないためしっかりやってるんだけど、他のねこの人のボスとかこの人のなんとかっていうこの周りの人たちもあんまり動かないので、それで時間がどんどんかかっちゃった思い出はあるよ、私。そうまあでもその中に例えば穴がないと言ったら
2週間待ちだった。あ、そうなんだ。そう。と、この穴入れてくださいとか、この穴そこに入れてくださいと言っても、わからない。っていう感じで、もうクリスが始まったら最後までね、みんなわかるこの細かい、お仕事する方なので、始まったら終わらない。もちろんフランスの仕事はそんな細かいところは、昔ね、素晴らしい建築をしたと思うんだけど、今はそうでもない、場所によるし、会社によると思うんだけれども、私たちが一緒にいつもお仕事する人は、みんな細かくないから大変なの。だから絶対止まりません、話したら。なので、ここら辺で大丈夫？まあ大丈夫だけど、その次ね、12月の、まだある。12月になりましたみたい。12月からクリスマスまで届けてくださいと言ってましたんだけど、まあ全然無視。その次はもうアンドラ行きました。そう、私たちはリクエストしてもう8月に頼んだから、アンドラ行く前にはこれをちゃんとしてくださいって言ってたんだけれども、結果的にね、そこを叶うことできなくって、で、その間に、向こうが、頑張ってこれを取っとくから、帰ってきたらすぐにやるねって言われたのよね。で、帰ってくる前に連絡して、やっと、やる日を決めてやってくれたっていうところで、まさかね、こんなにスムーズにいくとは思ってなかったんだけれども、ここまで、だったので、なんだけど、すごくスムーズにいってるよね。そんな中、これは灰色っぽいところ、これは英語でマーブルって言って、日本で言うと大理石なんですよ、こちら。なんですけど、どこから来てるんだっけ？ご紹介くださいよ。はい。カララマーブルです。多分このマーブルはもう一番クラシックじゃないですか。例えばイタリアキッチンとかだったらもう絶対このマーブル使ってる。イタリアのキッチンだとこういったものなんだね。模様がってこと？キッチンカウンター。でもマーブルっていろいろな模様があるじゃん、デコレーションが。それはもう違う石ってなっちゃう。違う石なんだ。そう。マーブルだけど、マーブルの中でもうたくさん石あるから、カララは一番クラシック。古典的な。すごい可愛い、明るい色ですごい私好き。好き？だってなんか、ちょっと暗い石もあったじゃん選んだ時。なんだけど、明るくてとてもすごい、ベイビーがこれやりたいんだよねとか思って、でも私的にはさ、便利に使いたいし、快適に使いたいから早く欲しいっていうのが思いがあったんだけど、こんなにね、待つっていうのはちょっと例外なんだけれども、ね、それを欲しいって言ってさ、しょうがないから待つじゃない？待った甲斐があったって本当に思う。すごい毎回帰ってくる時に感謝するし、多分快適に使えるキッチンとか、手っ取り早く便利に使えるキッチンとかもいいんだけれども、あんまり感謝しないかもしれない、私。だけど今これだと丁寧に使うの。なんか知らないけど。拭いてるし、私よく。わかる。もう、マーブルもアートじゃないですか。だからなんかやっぱ、全然違うよねって思った。ほとんどはさ、その快適とか便利の方に行っちゃうと思うの。私もそっちの方を使いたいなと思うし、楽だから。ベイビーあんまり使わないから大丈夫。まあそうだけれども、なんだけどあんまり使わないのにもかかわらず、すごい毎回拭いてんのね、これを。すごい感謝するの。すごいね、綺麗だなと思って。カララマーブルだって。カララって大理石ね。っていう感じでなんかいけて。でね、みんなね、これカララマーブルを取り付けてくれたじゃん。それ以外にこのキッチンを作ってくれた人たちがいて、このキッチンの会社が大変なのね。もうね、何回も言ってもね、全然返信くれないし、電話しても、はい、電話するって言って、もう、十何回も電話してるのに、何回も電話もくれないし、私たちから電話しないとダメなんだよね。なんだけど、私たちお金払っても買ってるやつがあるのよ。それがあって、全然作れなかったんだけど、そこがね、やっと、なんかね、私たち帰ってきたら、なんかすっごくスムーズで、なんかその人たちからいきなり返信が来たりとか、これの取り付ける日っていうのを決めましょうって、やっと、普通の作業をしてくれているっていう。普通お金払った時にさ、そういう話するじゃん。じゃなかったんだけど、まずね、面白いのが、このキッチンの人たちってね、クリスマスの前に、とあるものがあって部品が、それを送るねって言ったの。で、送ってくれたの。しかも、こっから車で40分の場所なのね、そこが。倉庫からね。
で、そこのところから送るね。だけどクリスマスが挟むから、クリスマス前かクリスマスの後かちょっとわからないんだけれども、送りましたって言ったら、ずーっと来ないのよ、1月の終わりまで。3、4回電話してるのに。なんでってずっと言ったの。で、そしたら、わからないって言ってて、今まで一個も来ないの。だから私はね、一応送ってくださったから、追跡番号みたいな。あれをね、くださいって言ったら、そんなものないっていうのね。そんなものないと思って、ライモーと思ったじゃない？そうだよね。ライモーっていうことは、ちょっと嘘ついてる。多分ね、最初から送ったふりをしていて、送らなかったのかなって思って。だって、どう考えても、それからの行動、私たちのね、電話とかメールも全部でないから、何もなんでも、なんか逃げてる感覚がするわけよ。きっとなんだけど、頼んでなかったんだよね。で、それが頼んだものが来たから、やっと連絡が来るようになったんだろうね。ね。そう。だと思でもさ、あんな茶番劇っていうのしなくてもいいじゃん、ちゃんと言ってくれればと思うんだけど、まあそういうね、ことがあるのよ、フランスで。ありえなくないって思うんだけれども、それはもう全ては、もう私とベイビーが引き寄せている結果だよね、これね。だから私たちもね、改めないと。なんかね、つまらない日ない、この国。だから、そっちか。つまらない日ないようなことを引き寄せてるのね、私たち。そうだね。でもさ、やっぱりさ、こういうのって、私たちが引き寄せてるのかなーって思うから、なんかある程度ね、ちょっとね、改めないといけないよね。そうね。ねどんな人にもさ、やっぱり、例えばさ、フランスで日常生活でさ、ちょっとイライラしている人たちとかいるじゃん、たくさん。ね。で、体当たりしてくれる人もいるじゃん、言葉で。そういう人たちに対してもさ、やっぱ優しく接してあげないといけないね。じゃないと、私たちってトラウマがたくさんあるから、そういうので、もうそういうのがあると、と思っちゃうのね。どうしたのかなーって。で、ちょっと、一歩下がるのよ、私たち絶対に。はい、一歩下がって、どうぞお話しくださいみたいな感じなんだけど、もうちょっとオープンマインドでね、行かないといけないかなって思うね。じゃないとやっぱり他の人に全部繋がっちゃう感じがする。そうだね。ベイビー、何？このキッチン好き？好きだよ。よかっそれだけ？た。確認したかった。好きだよ、もちろん。さっき言ったじゃん。でもベイビーは何作りたいの、ここで。このキッチン見ると、パスタとかピッツァ作りたくなるじゃない？そうなの？ある？それ全然わかんないんだけど。パスタの雰囲気じゃん。本当？パスタの雰囲気なんだ。そんなあるの？わかる？みんなない？わかんない。私作ってないからかな。かな。でもなんかね、綺麗なキッチンだったら何でも作りたいじゃない？綺麗だけじゃない。だって綺麗にしてるもん、日本のキッチン。多分ね、パスタとかピッツァってベイビー言ってるのは、どうした首痛い？どうしたの？なんでこうなってるの？なんでずっとこうなってるの、ベイビー。痛い？ベイビー。No, that's sunshine. 何が？sunshine. サンシャイン何？そんな入ってこないんですよ。すごいセンシティブでごめんなさいね。ベイビー。そう、綺麗なクリーンの意味じゃなくて、おしゃれ beautiful kitchen のこと。違う、多分ね、イタリアキッチンがマーブルじゃない？で、なんでかなって思って、多分パスタとかピッツァとかさ、作りやすいんだよ、これ。石だから。だから綺麗にしてるだけじゃないんだって。石だから粉とかパンパンしても、粉がね、パーンっていっても、すごいシュッて吹けば綺麗になっちゃうのも石だから。それある。もう本当に何もつかないでそのまま作ってる。そうでしょ？だから綺麗にできるしすぐに。だからそういったものじゃない？このキッチンはそういうものだけど、本当は綺麗なキッチンだったら、beautiful キッチンだったら何でも作りたくなるじゃない？あ、そうなんだ。僕の中で。皆さんはどう？ベイビーは作らないだから聞かないんだけど、皆さんはどう？みんなどうですか？ぜひ教えて。あ、みんなじゃない。みんなってダメだよ。作ってる人はどうですか？ね。どう？で、最近さ、コメントでね、あれもらったんだよね。皆さんって言ってないで、なんかみんなの名前、あだ名、なんかいいのあったらいいねって話してたじゃん。
あコメントくれた人ありがとう。ありがとうございます。いつもありがとう。で、そのね、あだ名、なんかいいよね。何がいいかな？何が好き？みんななんて呼ばれたい？cuties? lovely? babies? babies? 私がいつもベイビーって言ってるからね。babies. hello babies! みんな元気、みんなじゃない。ベイビーズ元気ベイビーズ元気そんな感じそんな感じよね。ちょっと入れてください、コメントに。そうだね、教えて。なんかあったら教えてね。という感じで、皆さんに今日は、私たちのパリのお家がね、ちょこちょこと進んでいて、やっとキッチンのところが完成します。98% 完成していて、あとはね、本当にちょっとね、別に見せなくてもいいぐらいのところだもんね。だからもうほとんど完成したって感じだよね。そうだね。ほとんどもうこれで完成した感じ、見た目は。もう。棚もあります。マーブルの上。この、ありますだけど。マーブルとこのホタテの貝割れみたいな間に、ベイビーがこういう棚みたいなのを作りたいんだよね。棚って本当にあんまり何も置けないぐらいなんだけど。キャンドルとかお花とか置くような、デコレーションとしてでしょ？そうだけど、見た目ね、これはちょっとあんまり綺麗に終わってないだから、ちょっと棚入れたいかなと思ってて、棚も頼みましたんだけど、届いてる時にちょっと壊れたみたいだから、もう一回作らないといけない。あー、なるほど。っていうのがまだあるみたいです。じゃあ、まだあれだよね、見た目のところで終わってはないっていう感じなんだけど。あんまり変わらないと思うけど、僕の心の中だけ変わる。そう、すっごい変わるんだよね、きっとね。細かいからね。よかった。ね、ありがとう。本当に。ベイビーね、いろんな我慢してるよね。ちょっとうるさいところあるよね。なんだろう。みんなにはおすすめしないんだけれども、なんか、お家を作りながら、そのお家に住んでると大変だなって。それは大変。本当に大変。しかも外でさ、働き行くんだったらまだいいんだけど、でも、家の中でも仕事してたから、ね、ちょっと難しかったよね。そうね。それはちょっと大変だよね。だからあんまりね、それはね、おすすめしない。ちゃんとここまで作ってくださいって言って、その作った後に引っ越すのがいいよね。でもそんなことしたら私たちほとんどもう2年丸々ホームレスみたいな感じになっちゃったから。でもベイビーね、最初からそういうつもりだったよね。2年丸々じゃなくて、最初覚えてる。そこまで作ってくださいと言って日本に行ったじゃない？でも何もできなかった。最初の会社。そっか、やるって言ってできなかったっていうところかな。日本から帰ってきたら、半年後、帰ってきたら何もまだ進んでなかった。っていう、ということで、いろんな、おかしいところを住んでて、喋って。で、もうずっとバカにしてます。多分みんなね、もうね、だからほとんど何言ってるか分かんないで終わっちゃってるから、いいよ別に。あんまりここに体重置かないの。ガタガタするから。ガタ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 。これもホームメイドじゃないわ。ホームメイドじゃない。この机は。なんでこんなガタガタするんだろう。テーブルはホームメイドじゃないんだけど。新聞紙入れとかないと。多分ね、床でね、最初の会社作ってたんだから。始まるからもっと終わんないから、これで終わりますみんな。また会いましょうね。コメントちょうだい。この動画がいったんだと思いましたら、グッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。せーの、あちゅー